昔のお母さんっていうか優しいイメージは。はい。そうなんですね。お父さんお母さんがはい、上に住んでて、もうコロナがあったのと、祖母、私にとっての祖母が住んでて、はい、その介護も兼ねてたから、私が実家に帰ることはなく、はい、何年か前に祖母が亡くなって、はい、こんなになってたっていう、まあそれが分かったのは姉のところに、お父さんがお風呂入ってないんじゃないかとか、服が破けてるっていう介護ネグレクト的なことで連絡があって、私はゴールデンウィークを使ってここを見てきたら、本当にもう劣悪な環境であったんです。そう、上は両親で荷物が増えていくから買ったんです。またそう、もうだから2軒分自分宅なんです。で2軒分ともにゴミ屋敷だから、2階に掃除を入ってもらって。見てくださいね、今度。ありがとうございます。僕はね、1回目これでないんですよ。あ、そうなんですね。もう人をここに入れられないから、ケアマネとかつけられなくって、もう時とともに死ぬのを待つだけの状態だなって。でそれじゃあいかん、人としての生活をして最後を迎えれるようにと思って、でもご近所の人がお母さんにすぐ連絡して片付けてたよとかいらんことを言うから、今飛行機モードにして連れ出してるんです。着物関係と、で衣装ケース系の。これ中入ってるんやって。その間ね、もうこっち冷蔵庫出せるようにしとくわ。何にするの？どう？段ボールにこうしてる。なんか貴重品かなんか分からへんけど、大事なものだから大事なもの下には置けへん。ちょっと分かるところにっていうことやねんけど、何があるか分からへんね。何が出てくるか分からない。片付けがもうとにかく苦手、買い物が好き、で認知とか、あと自分はできてる、父のことを介護してます、私はやってますから間違いないみたいなので、母がずっといてるから誰も注意する人がいない。なんかまあ認知入りだしてさらに喧嘩をするようになったような感じがしますね、ご近所で。ご近所で多分なんかいい関係ではないのかなっていうふうには思いますよね。なんかもう老人ってやっぱり最後家族しかおらへんのかなって。楽しく余生をっていうのがもうね、だんだんとそう本当にもう全ていろんなことが悪条件
お父さんがまずデイサービスケアマネつけれたっていうことがこの度進歩で、もう全部ゼロっていうかマイナスの状況だったのがここ片付けれたからケアマネさんついてもらって、まずお父さんを外に週3回動かしてっていうことから始めて、この先どうする、でももう3回もこのままやったら私たちも置いていくし、近くには住んでないからもう片付けようって言ってこの度チャンスを。もうチャック何個開けたらほら実印系ですよ。どんどんね、ほらまさに貴重品発見。テスさん、はい、見逃せへんから。すごいですね。この状況でこの近所に袋が。そう。仲間強制ですね。そうです。もう本当にもうでも悪者に私がならなあかんと思って。はい。もう昔のお母さんっていうか優しいイメージは。はい。そうなんですね。僕らあるんですよ。これはもう苦肉の策で皆さんデイサービスとか行ってる間にもう時間内に片付けるっていうのは僕らやってますね。途中で帰ってきてもうめちゃくちゃトラブルになったこともあるし、3軒ほど見積もりしてもらったんですけど、1軒はやっぱりメモリーズさんより高かった、もう1軒はタッカー車に積み込んで欲しいっていうものとか貴重品とかも一切なしですごく安かった。でももうそれはまだ生活していく上で残したいものもあるし、見つけてほしいものもあったからやめましょうっていうことになってメモリーズさんお願いしたんです。ありがとうございます。この日って決めましたっていうの時から母が体調崩したりしても困るし、誰一人崩したらあかんって言って、もうバレてもあかんし、母の友達から連絡あって3階は片付けるんかっていう連絡があったんですけど、知らん、もうそんなんいかへん、私も忙しいからみたいなんでもう嘘ついてあれして、で母は11月か10月かに片付けるって言ってたけどっていうふうに怒りのメールとかしてくるんです。でもお姉ちゃんはその言ってきたおばちゃんこの人かなっていう人にもうお金がないからそんなんできるわけないやんって言ってまあ固めて、もう本当にねやっと今日やと思って今も足は震えてますね。じゃあもう今日という日をちょっと覚悟を持ってそうなんです。もうなんかそうです。もう本当にしてやってまた多分大爆発だと思いますけど、普通の人だとテレビがない棚がないって言ったらあれがないって言うじゃないですか、そんなんはないです。捨てられたしっていうことだけで、もしそういう介護が必要な方に、家の理由がそうだっていうことで介護サービスつけれません、で行政はそこで終わるんですかね。やっぱり行政の人は、いいですって言ったらもうここで止まるんやろうなと思って、だからその一歩先がいかないっていうのがすごいもうなんか。そうですよね。だから僕もだからその整備としてはあるんだけど、やっぱりそこから漏れる方がいるっていうのは、そうだいぶ漏れてます。だからもう本当に認知の度数関わらず、こういう人はいっぱいいるんやろうなって、ゴミの中で最後を迎えるんかなと思ったら、そういうことになっちゃいますよね。そうなんです。だから足を一歩出す老人がいたらあれだけど踏み込むことっていうのはできないでしょ、他の方が。だからどんどんこの問題は山積みになっていくんやろうなって。だから出てきますよね。もう顕在化するかっていうか、なんか今はこう少数だから、でもどんどん人数増えてくるってね、100歳時代みたいになってるでしょ。そうです。健康寿命が100歳だったらね。そうなんです。いいんですけどね。街行っててもご夫婦で楽しそうに買い物されてる方を見ると、こう私はなりたいと思う目標が見つかって。全然そんな見えないでしょ。見えないです。からのやっぱ荷物はやっぱ徐々に増えてるから、でも姉がやっぱ毎日薬のあれとか出入りがあると、これで済んでんねやって。でもこれがもしなくなったらどんどん増えてきてまたなるやろうなっていうのは感じますよね。なんかすごいもういやもう
信じられへんやん。久々に外見れたよ。懐かしい写真ですか？自分の幼い時の。本当に裏の人とかみんなねやっぱ見てる人とかやっぱいるでしょ。だから前に通って買い物ちらっと見て、あここか。はーい。あここか。はーい。こんにちは。こんにちは。あおばちゃん出て言わんでね。言わんでねお母さん。何して？あお母さんに言わんでね。言わんけど、ストーブ、あれ車に積んだったんやけど、ああれもう、まだ捨てるならもらってもいい？権利書。なんか保険があったらいいですけどね。片付け保険みたいな。老後って健康のことばっかりだけど健康プラスアルファゴミも片付けますみたいなついてたらいいんですけどね。僕らだから第二の人生が、仕事は終わるか終わらない60前後65前後、その世代になんかその一回住環境を見直すような整理が絶対必要だと思ってまして、やっぱ家族関係もあるじゃないですか。もう家族って一切ね親子間が連絡してないとこだったらもっと大変だし、うち方も連絡は取ってたけど、この度の件で私はもう遮断されてるっていうか、いいんです。悪者になったらいいかなと思って、誰かが悪者ヒール役って必要やなと思って、あの子がああしたみたいな言ってくれたら身近にいる姉が動きやすい。苦情やな。ここで一緒にみんなご飯食べてんねんで。ほんま皮肉な話よ、本当に。だけどもう本人が嫌って言ったら何も手つけれないっていう、自分でするもうっていう結局どんなねいい整備や保険があっても本人が申し込めへんかったら、その時に強制的にできるようなとかね。でも私らが踏み込まなあかんっていうか、もうここはもう意を決して、これはね、この問題を抱えてる人は全国にめちゃくちゃいると思います。私も思いました。YouTube とか見させてもらってうちだけじゃないと思って安心して若い私ら世代ってまだ動けるけど自分らの親は元気やって思ってたらあかんなっていう風に動ける友達がおったから、やっぱそういうのも私は伝えようと思って友達にね。でも数日前に義理の兄に鍵がちゃんと開くかっていうのを確認しに来てもらいました。もらう時に私だったらするかなって思うことを先手でとか鍵も見たし、準備した上での。準備でまだ足りひんかなと思ったり、なんかもうごめんね思い出のもの捨ててって思いながらも私もいいと思って。ね、害虫被害とかもあるって聞くとかも、見まくりましたよ、もう YouTube とか。いつか火事になるか、お父さんがゴミの中で検視させられる、検視するか検討してここでっていうこともいろんなことが考えられたから、まあ子供として何か最後いいようにできるためにはこれがいいんじゃないかと思って。でもそのこれがいいっていうのは彼女には理解はされないから多分それが思われなんですけど。なるほど。いや嬉しい。こんなことしてたんや。はめ込み畳にしてたんや。これですよね。あ、そうです覚えてらっしゃいますか？はい。これはリフォームせんかったよね。前は背面だったんです。でそれが見えるからって言って、3階を先にリフォームして、床が見えるだけも感動ですよ。なんかもうすごいゆっくり寝れます。これから私は外から見えへんために見られたくないからネットしたりガラスのねシール貼ったりしてんねんなって。だからもう父もゴミで死ぬところやったって感じやけど、それがなくなったから良かったです。これはもう完全に作ってます。本当にもう起業してくれはってよかったと思って、ほんで私がたまたまおばあちゃんちで笑いながらこんなことあんのって思ってて、
絶対忘れたらあかんと思って、メモリーズさん記憶と思ってずっと覚えてたんですよ。何回もお会いしたくはないんですけどはい、そうですね。そうおっしゃらずにとも言われない。そうでしょう。もう僕と会うにはもう部屋汚すしかないです。そうないと思いますよ。民間業者使ったらやっぱりお金いやかかります。本当になんかね、寄り添いもなかったです。3軒見積もりさせてもらったら、そのゴミやからパッカー車で捨てますし、こんだけですって言ってくれはって、いやでもちょっと例えばアルバム、そんなんはもう探すことができないからこの値段ですみたいな感じで言われたから、それじゃないねっていうのでうやむやにされたり、量が増えたら、30もいくかもしれんし、40になるかもみたいな感じで、そうなんで、もうアバウトすぎるのと日にちがかかるから1週間でいけるかなとか、僕らも仕事なんか空いてる日に来るからと思って、そうだからもうそれは却下して。でもそれはもうそれで、お客さんそれでもいいっていう方がいらっしゃるかもしれない。この1日だけしか私たちは取れなかったのと、何か出てきたらちょっと見たいっていうのもあったから、姉と相談したら、やっぱメモリーズさんだなってなってっていうことがあって。そのパッカー車の話をしたら、担当の方がエリさんなんですけど、ちゃんとその地域のゴミ収集車の方と提携をして契約をするから、後々になんか不法投棄とかそういう問題がなくできますって言ってから、やっぱり人様にね、この先も迷惑かけたらあかんからちゃんとしてたっていうのとっていうのもありました。母が2人のメールをしてきて、なんでおばちゃんに言うんや、なんで勝手なことはさせません、私はあんたらにお世話になってません、もう首を吊りたい、死にたいっていうメールがもう毎日入って、でも私はもうずっとヒール役になろうと思って、もう本当に昔全然穏やかな母だったんですけど、もう人格変えてしまうんやなと思って、認知って。なんかもうお互いお姉ちゃんと引っ張られんようにしよう言って。楽しいことを自分たちの生活を守りながらも、こんなことあったっていうのを溜め込んだらグッて持っていかれるし、そんなんやめようって言って楽しむようにして、本当に良かったです。すごい見えるからすごいこんなことなって見える、空間がね、こんなことなって空間がね、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。すいません。ご両親がゴミ屋敷にして、それが遺品整理だったらご家族の方もある程度もう思い切って片付けないといけないっていう思い切れると思うんですけど、ご存命の場合っていうのはまたそこであと生活するってなると、何よりも命に関わってくるっていうところがやっぱ大きいので、実際そのお家の中の事故っていうのは転倒と転落っていうのが圧倒的に多くて、やっぱり非常に危険なんですよね、ゴミ屋敷で生活するっていうのは。なのでお母さんはずっと反対してたっていうことですけど、それよりも家族の絆よりも、お母さんの命を取ったっていうその娘さんの判断、それがお母さんにやっぱり認知症っていうところもあって伝わらないっていうところなんですが、本当に思い切った行動だなと思います。でもそれはさぞ辛かったんじゃないかなと思います。でも綺麗になったらね、それで本当に快適な生活ができて、命のリスクっていうのは軽減されると思いますので、良かったんじゃないかなと思います。親とは、会うたんはもう2年前がそうなんですか。最後やったんです。ちょっと性格が荒れてたんで近寄れなかったっていうのも、そうなんですか。凶暴化してたんですよ、性格が。でもちょっと待って、これ
ね今更ですけど、もうちょっと来とけばよかったなってねそうですよねいうのはそうですよね思いますね。始めます。